メタン、渋谷ってこんなに人がいるのに、地面ピカピカなのだ。気づいたの？ 1 日に40万人が歩く場所よ。40万人でゴミが全然ないのだ。すごすぎるのだ。しかもあのエリア、ゴミ箱が1個もないのよ。ゴミ箱が1個もない？どこに捨ててるのだ？それが今日のテーマよ。ゴミ箱ゼロなのにゴミがない国の正体。まず世界の現実から見てみましょう。ゴミが山積みなのだ。ここはどこなのだ？ニューヨークのタイムズスクエアよ。世界一の観光地。年間5000万人が来るのにゴミが山になってるのだ。NY は年間ゴミ収集に4300億円を使うの。それでも追いつかないわ。4300億円。渋谷は何も使ってないのに？日本の同規模の清掃費は10分の1以下よ。なぜかわかる？わからないのだ。日本人が特別なのだ。パリも見てみましょう。おしゃれな大通りなのにゴミだらけなのだ。2024年パリ五輪前、セーヌ川の金が基準の100倍に達したのよ。100倍？オリンピックなのに？パリ市民の年間ゴミ不法投棄は約150万件よ。1日4000件捨ててる計算なのだ。世界の主要都市はこんな感じよ。でも日本だけが違うの。これはサリン事件なのだ。そうよ。実はゴミ箱がない理由はここに繋がるの。ゴミ箱と事件が繋がってるのだ。1995年のオウム真理教テロで13人が亡くなったわ。犯人がゴミ箱にサリンを仕込んだのだ。翌月から全国の駅でゴミ箱が撤去されたのよ。それからゴミはどこに捨てればいいのだ？持ち帰ればいいという答えが社会に浸透していったの。そんな簡単に文化が変わるのだ。今の30代以下はゴミは持ち帰るものとして育っているわ。ゴミ箱がなければ捨てられない。だから持ち帰る文化が定着したのよ。でも外国人はどう思うのだ？困らないのだ。実はゴミ箱がないことは訪日外国人1位の困惑体験なの。困惑1位？初めて東京に来た時、コンビニのゴミの行く先に困った。ゴミ箱を探して30分歩いたが1個も見つからなかった。でも不思議なことに地面にゴミが1つも落ちていなかった。世界中の旅行者が同じ体験をしているの。ゴミ箱がないのになぜゴミがないのだ？答えは2022年のワールドカップが証明してくれたのよ。日本がコスタリカに負けた直後の場面よ。負けた直後に清掃？泣きながら掃除したのだ。そうよ。しかも勝った試合でも必ず清掃するの。勝っても負けても清掃するのだ。なんで？インタビューで日本人サポーターはこう答えたわ。ここに来た全員の場所だから当然のことをしているだけです。当然のことって言えるのがすごすぎるのだ。この映像は3億回以上再生されたのよ。3億回？みんなびっくりしたのだ。CNN が信じられない光景として特集を組んだわ。なんで外国人にはそんなに衝撃なのだ？興奮状態の後に自分のゴミを片付けられる人間は世界中にほぼいないのよ。じゃあ普通の国ではどうするのだ？ゴミを投げてお祝いするの。それが世界標準よ。ゴミを投げてお祝い？それが普通なのだ。だから日本が異常に見えたの。ワールドカップ後の SNS で自分も来年から清掃すると誓う外国人が溢れたわ。日本が世界のルールを変えようとしているのだ。文化って強制しなくても広がるのよ。美しい行動が人を動かすから。答えの鍵はここよ。日本の学校には掃除の時間があるでしょ。あるのだ。放課後にみんなで掃除するのだ。実はこれ世界では全く当たり前じゃないのよ。外国の学校は誰が掃除するのだ？清掃会社に全部外注するの。アメリカもヨーロッパもそうよ。生徒が掃除しないのだ。なんか変な感じなのだ。掃除は大人の仕事という認識なの。生徒にさせると差別とすら言われるわ。差別？そんな受け取り方があるのだ。でも日本では使う場所は自分で整えるを6歳から学ぶのよ。6歳から？それが体に染み込んでるのだ。12年間の清掃教育がゴミは自分で片付ける本能を作るの。12年間か。そりゃ体に染み込むのだ。掃除が嫌いと答える日本の高校生は全体の 15% 以下よ。85% 以上は普通か好きということなのだ。アメリカでは自分で掃除するの？ 70% の学生がなぜ私がと答えたわ。文化の差がエグすぎるのだ。もう一つ、もったいないという概念があるわ。もったいない。おばあちゃんがよく言うのだ。実はこの言葉、英語に直訳できないのよ。ウェイストじゃないのだ。ウェイストは無駄だけを意味するの。もったいないは物への敬意よ。物に敬意？ゴミにも敬意があるのだ。だからゴミを道に捨てることは、物の敬意を踏みにじる行為なの。ゴミを捨てないのは物への礼儀なのだ。国連環境計画がこの概念を MOTTAINAI として世界に普及させているのよ。国連がもったいないが世界語になったのだ。ワンガリ、
マータイという環境活動家がこの言葉を世界中に広めたのよ。ケニアの人がもったいないを広めたのだ。日本の精神は言語の壁を越えて伝わるのよ。それが証明された瞬間で、世界でこんな動きが広まっているわ。外国人がゴミを持ち帰ってるのだ。日本旅行部に持ち帰るようにしたと報告する外国人が SNS で急増しているの。日本旅行が人を変えてるのだ。東京では誰もゴミを捨てないから、自分が捨てると恥ずかしくなった。社会的な空気が人を動かすのだ。これを社会学では規範の感染と呼ぶのよ。良い行動も人から人へ移るの。良い文化が感染していくのだ。データで見ても明確よ。世界の清潔度ランキングを見てみましょう。東京1位、大阪も上位なのだ。NY は32位、パリは28位よ。主要都市でこんなに差があるのだ。シンガポールはゴミ捨てに5万円の罰金で清潔を保っているのよ。日本には罰金がないのに、シンガポールより上なのだ。強制じゃなくて文化で達成しているのが日本の異常さよ。罰金もないのに世界一清潔って本当に不思議なのだ。見られているから守るではなく、誰も見ていなくても守るのが日本なのよ。それが本当の文化ってことなのだ。ワールドカップ2022でゴミ拾いの後、日本サポーターが何を残したか知っている？知らないのだ。何を残したのだ？アラビア語でありがとうと書いた折り紙の鶴よ。座席に置いていったの。鶴？掃除して、しかも手紙も残したのだ。これが SNS で世界中に広まって、この国の人たちは何者だという反応が溢れたの。ゴミを拾って鶴を置いていく。日本人の精神はどこから来るのだ？答えはシンプルよ。次の人も気持ちよくいてほしいという思いやりね。次の人のために、それがゴミを拾う動機なのだ。ゴミ箱がないから捨てないじゃなくて、次の人のためにきれいにするという作用。同じ行動でも動機がまるで違うのだ。2026年ワールドカップはアメリカ開催よ。もうすぐなのだ。また日本がゴミ拾いするのだ。当然ね。でも今度はアメリカでゴミ拾いが話題になるわ。NFL スタジアムって汚いのだ。試合後清掃に年間15億円かけているのよ。観客のゴミがそれだけ多いの。観客のゴミ清掃に15億円。日本なら0円なのだ。清掃員の仕事は主に拾い残したもの、ほぼ観客が片付けているのよ。それがまた世界に衝撃を与えるのだ。ワールドカップ2026でも日本サポーターはきっと同じことをするわ。絶対するのだ。そしてまた世界が驚くのだ。でも日本人にとっては当然のことだから、毎回照れてしまうのよ。照れながらも、また綺麗にするのだ。ゴミ箱が1個もない国でゴミが落ちていない答えはこれよ。ゴミ箱がないから捨てないのではなく、次の人のために持ち帰る。それが日本人の当然なの。6歳から始まる12年間の積み重ねよ。もったいない精神と掃除教育が日本を世界一清潔にしてるのだ。この動画を見た外国人の方にはぜひ試してほしいの。今日から1日だけゴミを持ち帰ってみてほしいのだ。きっとその先に日本人が作り上げた何かが見えてくるわ。なんか感動したのだ。ゴミの話なのに。それがこのチャンネルよ。日本の当然を世界の奇跡として伝えていくわ。ゴミ一つ拾う行為の中に日本人の何百年もの歴史が詰まっているのだ。この動画が面白かったならチャンネル登録をお願いするわ。チャンネル登録して日本の凄さを一緒に広めるのだ。いいねもしてくれると次の動画制作の励みになるわ。次回も待ってるのだ。チャンネル登録して日本の凄さを一緒に広めるのだ。いいねもしてくれると次の動画制作の励みになるわ。次回も待ってるのだ。